はい、皆さんどうも、黒局長です。ということでね、本日の動画なんですけども、先日プロデュース101ジャパンの推しカメラ、フォーカスカメラですね。これチッケムって言うんですけども、そのチッケムね、99人中僕30人選んだよってことで、先に10人紹介させていただいたんですね。で、今日はその続きのボリューム2ということで、続きの10人を紹介していこうかなというふうに思いますね。続いてね、明日、明後日って言ってたんですけども、1日空いて申し訳ないです。はい、今日はね、しっかりと紹介させていただくんで、皆さんのワンピックが僕のね、今日紹介させていただく10人にいることを願いますということで、今回ね、僕が選ばせていただいた基準としては、前回の動画でも言ったんですけども、ダンスの上手さどうこうっていうシンプルなものではなくて、僕がこの子に魅了されたかどうか、それはね、ダンスがあまりできないなりにも一生懸命頑張ってる姿だとか、こうやって成長していくんやるなとか、もちろん顔も含めて花があるなとか、ステージの上で、どれだけこう輝けるかっていうのを見させていただいてるんで、そこら辺を基準に、皆さんも一緒に見ていけたらなというふうに思います。ということで、早速じゃあ紹介していきたいんですけども、はい、じゃあね、こちらが最初に選ばせていただいた練習生なんですけども、西尾幸輝くんですね。はい、もう西尾幸輝くん選ばせていただいたのは、まずね、スーパー可愛い。めちゃめちゃ可愛いんですよ、顔がね。で、自己 PR の時もたどたどしくてそれも可愛かったんですけど、踊っても可愛いんか言うて。で、ダンスはね、まだ全然上手くはないんです。やけどもね、この、なんか覚えた振りを一つ一つ一生懸命やっていく。これとこうしてこうしてこうしてみたいな。が、すごいね、応援したくなるというかね。なんか真面目なひたむきさというか、そんなんが見れるような気がしました、僕の中では。今回のこのステージでね。うまいとは言えないけど、でもね、顔は、ずっと前を向いてるんですよ、目はね。目が死んでないんですよ。だからこの子は化けるんじゃないかなって。顔だけじゃないはず。花はあるもんね。あとは自分をどう見せれる技術をつけれるかってとこですよね。うん。人気出ると思う。わかるこの一生懸命さ。だからね、今回ね、結構バブ枠多いね、プロデュース101ジャパン。バブ枠はチームに2人までかな。だからその1人には入ってくれたらいいよね。いや、いいですね。はい。ということで、西尾くん頑張ってほしいですね。はい。じゃあ、続いて紹介する練習生が、こちらですね。はい。北川光くんですね。この北川光くんなんですけども、まあ、顔ももちろんいいんですよ。で顔もいいんですけど、僕見せ方上手やなと思いました。ちょっと北川くんのプロフィールを見てきますね。はい。で、これ北川くんね、なんかコントみたいな PR の、自己 PR やったんですけど、不器用さが見えてるんですよ、ちょっとね。で、ダンスも、まだそこまで上手いかと言えればそんなになんです。でもね、なんか、花があるんですよ、この顔に。なんかアイドル顔なんですよ、僕が見たら。20歳か。で、曲の編集が特技ってことで、まあ音楽的才能あるんでしょうね。だからどう成長していくか楽しみ役。なんか見てて花があるのわかります？で、常に笑ってるだけじゃないんですよ。ここの時は、こうで、ここではちょっといやらしい、ここでわかる？今の時とかちょっといやらしい表情したりとか、で、ここでグッと目見たりとか、この表情の使い方非常に上手やなって、だから自分の見せ方分かってるんでしょうね。だから正直ダンスめちゃめちゃ上手い子いっぱいいましたけど、最初はこのぐらいがいいんですよ。応援したくなる。でもその期待に応えれるかっていうところがね、あれですけども、それはね、上手い練習生もそうなんですよ。上手いと思ったけど、あれってなる時もありますからね、今までのプリでも。
やっぱ結局成長できるかなんでね、そういったところではこの北川くん、非常に期待しています。はい、ってな感じですね。はい、じゃあ続いて紹介するのが、いくみくんですね。はい、いくみくんを紹介していきます。こちらですね。で、このいくみくんはね、もう完全に、さっきね、これ西尾くんもそうでしたけども、完全にバブ枠なんですよ。バブエースなんですね。多分バブ枠で一番人気だと思う。で、このいくみくん何があってダンスめっちゃ上手。うん。でもね、ダンスめっちゃ上手なんですけど、川尻くんとかってこれからどう成長していくんやろっていうのが見えづらいんですよね。垢抜けていくだけやと思っちゃうんですよね。完璧すぎて。だけども、いくみくんはね、ダンスは上手い中でも、まだまだこうなっていくんやろなっていうのが想像できるんですよね。可愛いんです、とにかく。で、あと若さもまだあるんで、表情の見せ方っていうのはもっといけるはずなんですね。うん、柔らかいんですけど、そうシンプルなんですよね。うん、そこにもうちょっと複雑な表情っていうのがあれば、感情が見えてくるというかね。のはイメージあります。で、このイクミくんはイクミンって言われてるんですけど、まあ17歳、若いですね。K-POP の動画を見ることと K-POP が好き。K-POP が好きな気持ちは誰にも負けないと思うっていうことで、もしかしたらサランピ TV 知ってくれてないかな。知ってくれてる可能性もあるかもしれないですね。知らんか、だって5月やもんね。そうか。だってサランピ TV 始めたら3月やもんな。知らんわ、多分。誰が好きなんやろね。でもガールズグループじゃなさそう、なんか。ガールズグループでも、予賃とか。そんな感じのイメージ。男やと、アストロとか、ペンタゴンとか。なんかそこら辺の感じがするね。うん。とりあえずバブワークとしては入ってほしいね。はい。ってな感じです。はい。じゃあ続いて紹介するのが、井上湊くんですね。はい。この井上湊くんを紹介していくんですけども、結構変わった子で、自己 PR の時ではもうなんか凄まじい、なんかほんま、どこのファッションなんていうぐらいのファッションしてたんで、それを見てほしいんですけど、もうこのネックレスみたいなのあるじゃないですか。もうこの時点です。もう個性的ですよね。うん。で、ダンスがね、上手なんですよ。で、表情管理もね、上手。だからね、そのプロデュースワンワンジャパンでは可愛い系、そしてバブ枠が多かった中で、男らしい人ってなかなかいないんです。で、その中でも、なんかもう、男らしさみたいな。男が出てるんですよね、この井上くんに。だから、こんなメンバーも一人欲しい。僕がプロデューサーやったらね。うん。だから、あれですね、そのファッションセンスっていうのも、まあ、僕は平凡なファッションセンスなんですけど、めちゃめちゃ奇抜やったんですよ。それも多分ね、生きてくると思う、自分の魅力に、中でね。うん。井上くんの、プロフィールを見ていきたいんですけども、ダンス、ビリヤード、サーフィン、おしゃれですね。ダンスも、スタイル、ヒップホップ、クランプ、スワッグ、わからないですけど、ロック。結構いろんなダンスもやるみたい。だから上手ですよね。うん、イケメンやし。顔的には塩顔って言うんかな。俳優さん誰やったっけな。似てる人いる。うーん。なんか楽しそうやもん、踊ってても。なんか踊るのが好きっていうのが伝わってくる。こう、キザな感じもいいよね。うん、いいと思います。はい。ってことで、井上くん紹介させていただきました。はい。じゃあ、続いて紹介するのが、元ヘイローのメンバーのヨンフンくんですね。はい、こちら。で、このヨンフンくんなんですけども、まあ見てて思ったのが、まずやっぱ僕最初に顔だけで言ったらめっちゃイケメンって話したんですよ。で、やっぱそれだけじゃなくて、元アイドルなだけあって、安定感は抜群でしたね。もう、ブレないというかね。余裕感でしょうね。うん、ダンスがめちゃめちゃ上手いっていう、多分4分くんよりも上手いメンバーっていうの中に全然いると思うんです。やけども、この余裕感。
ステージの上って、ダンスが上手いどうこうじゃないんですよ。どれだけ自分を見せれるかって、どれだけ余裕を見せれるかだと思うんですよね。わかるこの余裕感。にしてもイケメンですね。だからね、このヨンくんの課題としては、こんだけ余裕があってダンスも上手い分あるんですけど、このヨンフンくんらしいダンスっていうのが、今後多分課題になってくるんですよね。だから、どんどん自分の色をこれからつけていってほしいなとはありますね。やけど、この余裕感っていうのは他の子にはなかった。で、ヨン君のちょっと、プロフィール見ていきたいんですけども、26歳ってこと、結構年齢的には他の子よりは全然上ですね。で、作詞作曲ができるってこと、音楽的才能はあると、そういうプロデューサー的なこともできるんかもしれんね。だから今、元ヘイローのファンの人とかは、知ってるんじゃないかな、そこら辺は。180センチありますからね、身長、やっぱ。今の表情いいですね。もうキラキラアイドルって感じ。なんかもう余裕ですね。って感じですね。じゃあ続いて紹介するのがこちら、大平くんですね。こちらですね。で、この大平くんなんですけども、僕が思ったのはもうほぼ完成に近いかなというイメージがありました。垢抜けてるし、ダンスも上手やし、あとは歌がどうなるかっていうとこだけですよね。身長も176センチあるってことで、多分平均より高いんじゃないですか？なんかこう、すでに日本のアイドルにいそうな感じしないですか？こう、ジャニーズでもいけそうやし、LDH でもいけそうやし、ABEX でもいけそうやし。ちょっとね、だからね、逆に言ったら大平くんがもう完璧に近い分、僕としては応援する面白さっていうのは今んとこ欠けてる。これいい意味でね。ここをもっとこうやったらいいのになって成長が見える方が楽しいんですけど、大平くんがね、だから歌ですよね。もう逆に言ったら歌が完璧やったらちょっと逆に何しに来たんでなるぐらい。歌はそれなりでやってほしい。で、成長見せてほしいな。そんぐらい完璧。ただね、でも自己 PR では、ちょっとたどたどしい部分があったんで、芸能人としては、もっとハキハキした方がいいっていう部分はあるんでしょうけど、そこら辺が、ね、でも不器用さってね、正直武器になるんで、あんまりハキハキしてもね、プロ感出てね、あんま良くない時もあるんでね。完璧なんですよね。言うことない。僕がプロデューサーなら、選んでますね。で、自己 PR 見てもいい子そうやったからね。こんぐらいかっこよかったら、なんて言うんやろ。ナルシスト、なんやろ、もっとナルシストでもよかったんかなと思いますけど、なんか結構謙虚やったんで、わからんね。心の中は知らんけど。だから知りたい。性格やな。あと、みんなの性格が知りたい。やっぱそこら辺見れるっていうのはプリですよね。じゃあ続いて紹介するのがこちら、東郷くんですね。こちら。これ東郷くんなんですけども、自己 PR ではひたすらヨーヨーしたんですね。で、この子ヨーヨーしかできるのかなと思ってたんですけど、なんと BTS のバックダンサーもしたことがあるってことで、ダンスがやっぱ上手なんです。で、K-POP もめちゃめちゃ好きって書いてましたね、これ。自己紹介では。で、24歳ってことで結構年齢的にはみんなより年上ですね。ダンスとヨーヨーが得意で、K-POP が大好きで常に K-POP のダンスを踊ってますと。これが自分にとって最後の挑戦だと思っているので、デビューをつかみたいですと。だから今まで挑戦とかはしてたんでしょうね。そういう K-POP 関連、のね、アイドルの。だからこの、なんていうの、踊ってる時の表情がいいんですけども、ちょっとズバッと言うと、くどさがあるかなっていう感じはしました。自然さがないというか、ナチュラルさがちょっとなかったのは、これから
僕別に専門家じゃない。僕がただで思っただけね。いいのかなと思いました。もう少し自然なね、笑顔やともっと素敵になるのかなっていう。ただね、ダンスがもう間違いなく上手いです。でね、多分もっと垢抜けると思う、東郷くんね。化粧映えする顔、メイク映えする顔なんで、今もメイクしてるんでしょうけども、このステージのコンセプトが多分ね、どうなんやろね、セクシー系の感じの曲やとめちゃめちゃ入ると思う。あと髪型ね、もうちょっとあると思うけどな、多分これが東郷くんスタイルだったら申し訳ないんですけど、スタイリング変わってたっけプデュって。髪切ることってあった練習生が。もっとこう、パッとこう、さっぱりした方がいいのかなっていうイメージありましたけどね。はい、じゃあ続いて紹介するのはこちらが、ヒョクくんですね。はい、ミンヒョクくん。はい。で、ね、これ YouTuber でもう皆さんね、大好きなヒョクくんなんですけども、もうやっぱ再生数もちゃいますね、やっぱね、ヒョクくんやと。で、こう、もう印象がもうキラキラしてた常に。もう王道アイドルやなっていう印象がありましたね。はい。で、プロフィールちょっと見ていきたいんですけども、まあ、28歳と僕の1個下なんで、多分最年長なのかな。で、得意なのはダンスと、でスキンケア商品とかも趣味みたいで、で、やっぱ強いのは日本語も韓国語もネイティブレベルで話せるってとこですよね。今後やっぱ韓国で活動していくってなったらやっぱ必要ですから、強いですね。で、ダンスも上手なんですけど、まあこれもちょっとズバッと言わせていただくと、他のメンバーに比べて、上手い子たちに比べて、やっぱりこう硬さがちょっと、なんで見えたかなみたいな。柔軟さが、まあコメント欄でも結構ね、そういう意見があったんで、僕もそうやなと思ったんですけど、動きが、例えば、ここの動きに、ここまでに到達するまでに、上手い人やと10個動きがあるとしたら、ヒョク君はそこで5個半分ぐらいしか動けてないというかね。そんなイメージがあります。でも言っても、ここら辺もやっぱどう成長していくかっていうところですよね。だから、一番誰よりもキラキラ感は負けてないと思います。それが多分自分の魅力やったらヒョクも知ってると思うんで、あとはダンスをどう伸ばしていけるかってとこですよね。表情も上手いし、あとは自己 PR の時もそうですけども、よく自分の曲とか持ってるみたいで。で、やっぱコメント欄でも、まあ歌がこれからって感じやなって話もあったんで、そこら辺の成長も楽しみというかね、のはありますね。はい。じゃあ、続いて、紹介するのが、こちら、青木くんですね。はい。この青木くんなんですけども、まあ、なんで選んだかというと、青木くんね、これ、ダンスが、まあ、上手いは上手いんですけども、ブレイクダンスなんですよ。だからね、ちょっと全然違うダンスなんですよね。だからそこらの、こう、なんていうの、ダンスは上手いんですけど、ブレイク出身の感じがするというか、だからこういったダンスになれるのは大変やと思うんですよね。で、手足がめちゃめちゃ長いんで、そこら辺が多分うまく使えばもっと大きくね、できると思うんですけど、これから多分、今やとね、持て余しちゃってるというか、そこら辺が多分、うまく使えてくるともっと、大きなパワフルなダンスになってくるのかなという印象はありました。だからね、こういうダンスをするには、ダンス初心者よりも大変な部分多いはずなんですよ。一回ブレイクで覚えてしまってる分、ゼロからじゃないんですよね。修正をかけていくみたいな印象があるんで、そこらは大変やろうけど頑張ってほしいなって。で、まあ、なんで選んだかっていうと、これダンスももちろんいいんですけど、まあ、性格もね、良さげやったんで、いいですけど、ちょっと後で見せるんですけど、エンディング要請って言って、エンディングでみんななんかいろいろやるじゃないですか。その時のこの青木くんめちゃめちゃ素敵なんですよ。それ後で見せますわ。だからダンスがこう、動きがまだこう、ちょっと不自然な部分ありますよね。でもそれを跳ねのけるぐらい僕は最後に持ってかれました。表情ももっとね、あってもいいかなと思いますね。はい。で、
最後のやつ見ていきたいんですけども、こちらですね。ほら、かわいい。かわいいでしょ。もうこれ、青木くんどうしようかなと思ったんですよ。選ぼうかな、選ばんとこうかなと思って、最後パーンって見たときに、もう選ぶってなったもん。かわいいですよね。はい。てことで、じゃあ、最後の一人選ぶのは、もう皆さん大好き。一番、どうやろう、一番二番人気ぐらいかな。皆さんご存知の川尻くん。じゃあ最後に紹介していきます。まあ、紹介もいらないでしょうけども、もうね、ダンスがやっぱ上手。なんかね、一人だけ、もうダンス上手い子なんかいっぱいいたんです。やけどもね、ズバ抜けて、スター感があった。なんかもう、この子が真ん中にいることに対して、センターにいることに対して、誰一人文句ないでしょ。なんで自分の推しがこれ選ばれんかったなんてないでしょ。川尻くんがいて当たり前みたいなこのね、つかめに関しては。このままセンター行くんじゃないかなと思うぐらいすごい。ほんまになんか、わからん。他を見てないからかもしれないですけど、この、なんていうのな、このつかめっていうのが川尻くんのための曲というか、なんかそれってこうセンターやから当たり前と思うかもしれないですけど、そうじゃなくて、当たり前のことをそうやって思わせてる川尻くんがやっぱすごいんですよね。思いましたね。で、ボイトレもね、やっぱこう始めたみたいなね、あったじゃないですか。前の動画紹介させていただきましたけども。だから、歌もやっぱそれなりに期待できると思うんですね。ってなったらもう完璧ですよね。で、K-POP 好きとしては結構タイプな顔というかね。正統派イケメンって感じではないと思うんですけども、K-POP の中ではこれ、なんていうのな、メイク映えするキリッとした感じのイケメンなんですよね。何もかもが、だからそうなんです。だから川尻くんもね、やっぱ一つ、どこを成長させてくれるのかってとこですよね。だから一つ僕が思うのは川尻くんはできる子なんで、できない子たちを引っ張っていく姿っていうのがやっぱ胸打ってくんじゃないかな、その国プの。川尻くんがもし引っ張れる存在じゃなかったら僕は魅力がないと思う。実力があったとしてもね。だから、今のいいですね。だから、どれだけ自分がチームをまとめていくかっていうね。はい。っていうのが今後、川尻君の課題になってくるんじゃないかなと。まあ、だいぶね、ハードル高いですけど、というふうに思います。ということで、今日ね、10人紹介させていただきましたけども、皆さんの、ワンピックはいましたでしょうか？で、残りね、10人いるんで、もうピックアップ済みなんで、また明日、投稿させていただきますんで、そちらも楽しみにしておいてください。ということで、概要欄にね、このチケムの、URL 全部載せてあるんで、それもぜひ気になった、見てみてください。ということで、今日も最後まで見ていただきありがとうございました。じゃあね、バイバイ。